このポッドキャストは自然な日本語を話していきます。リスニング、シャドーイングしたり便利なポッドキャストになります。僕はね、この前ご飯を食べに行きました。3人で。ただね、僕はその日眠かったんです。眠くて行くかちょっと迷いました。行きたい、人と話してご飯を食べたい。だけどちょっと眠いぞ。家に帰って寝た方がいいんじゃないか。そういう気持ちにもなりました。でも誘われた時断りたくないねえ。行くって言われたら行くって言われると楽しいですよね。楽しい日にもしたい、そんな気持ちと眠いその気持ちが戦いました。そして勝負、楽しむその気持ちが勝ったんですね。夜8時半、僕たちはお店に向かいました。外は寒いねえ、もう冬だから。外に出ると風が顔を撫でていく。風がふわっと通って寒い。だから僕たちはコートを着ます。コートを着て急いでお店に行きました。そのお店は、その一緒に行った人のお知り合いのお店なんですね。知り合いの人がやっているお店だから、その二人はもう何回も行っている常連です。常連の二人ですね。だから仲がいい。そしてね、僕は初めて行きました。そしてご飯をね、たくさん頼んだんですよ。たくさん注文しました。そしてどれも美味しい。あ、ご飯ってこんなに美味しいんだ。久しぶりに思いました。なぜなら僕最近は安いご飯を食べている。あと、自分でね作っている。自分で作るのはもうね、味がしないご飯を作っている。僕の料理は味があんまりしませんね。だから外食のちゃんとしたお店ですね。安いお店ではありません。1000円とかで食べれるお店ではない。いい料理が出る、ちゃんとした料理の出るお店。本当に美味しかったんですね。刺身がまず来ました。刺身が5個ね、5種類乗って、5種類の刺身で持ってきてくれるんです。刺身盛り合わせです。盛り合わせというのは、いろんな種類のものが乗っている、一緒になっているセットですね。マグロもあるし、ハマチもある。その他にもいろんな美味しい魚が乗っていた。一口食べると、美味しいね。そしてサラダも頼み、アジフライも頼み、アジのフライ、魚のフライも頼みました。でもどんどん頼みます。他に、何を頼んだっけね、覚えてないよ。明太子の料理も頼んだし、その他にもアスパラも頼んだし、もうね10皿ぐらい来ました。10種類。もうお腹いっぱいです。お腹いっぱい。そしたら突然お店の人がケーキを持ってきてくれました。Happy birthday to you と
ねえ、そう。一緒に行った、S さん。S さんは最近誕生日だったんですね。だからそのお店の人が、誕生日を祝ってくれたんですね。サプライズ。普通のケーキではありません。ただのケーキではない。魚とご飯、お寿司ケーキでした。美味しかったですね。魚、そしてアスパラも乗っている。ご飯、味のついたご飯に、たくさん刺身が乗っている。こんな豪華なケーキは見たことがない。そして大きかったですね。もう僕の顔ぐらいあった。それぐらい大きいケーキ。ね、そこにろうそくを乗せて、男二人で Happy Birthday と低い声で歌いました。ね、僕たちはもうお腹がパンパンです。パンパンというのはもうお腹いっぱいでもう膨らんでいる状態。もうパンパンです。でも美味しいから食べる。ね、そしてそのケーキを食べました。寿司ケーキ。で、いやーいい誕生日だねと話していて。そしたら、もうすぐ閉店の時間です。ね。その時、急に電気が消えました。バン !Happy birthday to you! 2回目の Happy birthday。今度は、一緒に行った一人の人が甘いケーキを持ってきてくれました。またね、ろうそくがついていて。ね、それで Happy birthday。サプライズ2回目。美味しかったな。美味しかった。まあ甘いものはね、別腹と言いますからね。別のお腹に入る。ねえ。だからどんだけお腹いっぱいでも食べられる。ねえ。そういうふうに言いますね。あんなにご飯を食べたのは久しぶりでした。ねえ、お腹パンパンです。で、僕はもうそれで満足。帰るかなと思ったら、その二人が、ちょっとスナック行くということで、僕はスナックに行くことになりました。スナックというのはね、あれスナックなんでしょうか？いや、カラオケバーですね。カラオケバー。カラオケバーというのは、お酒が飲める場所、バーですが、カラオケもできる。そういうところです。普通のカラオケとはちょっと違って、お酒を飲むのがメインになっています。僕はね、酒飲まないですよ。だからシラフのおじさんが、カラオケバーに行く、そういうことになりました。でね、僕はね、そんなにこう騒ぐのが得意ではありません。こうお酒の場に行ってイエーイとかエーイって盛り上がるのがあんま得意ではないんですね。下手ですね。上手くなりたいんですけど、なんかこう緊張するし、なんかね、こう面白いことはね、こう言うのが難しいね。声も小さいしね、マイクがないと聞こえない、みんなに。でもカラオケバーや飲み屋は音がうるさいですね。音が大きい。だから僕の声は聞こえない。だから大きい声で話しますね。こんにちは。OK です。ね。そうすると僕のいつもの話し方じゃなくなりますね。そうすると僕もちょっと緊張してくる。こんなに声を出して話すことないから、なんかいつもと違う。その緊張感。聞いてる方も緊張感で、なんか緊張してるこの人ってなって、向こうも緊張する。ね。そういうことで、僕はもう、緊張の
塊となっていました。でも2人はもうお酒も飲んでるし、少しね。で、いつもそのカラオケバーに行ってるから、慣れてます。ああ、どうもどうもって。ね、知り合いもたくさんいます。ね、そこで、ですね、街の中の、ちょっと路地に入る。ね、あまり大きくない道に入って、そして階段があるんですね。2階に行く階段が。ここ上がるんだ。ね、そうやって細い階段を上がっていく。そうすると扉があって中から聞こえてくるんです。ダンダンダン、わーははは、盛り上がっている声が聞こえてくる。その扉を開けると、お客さんたちが楽しそうに話していますね。カラオケも聞こえる。で、笑い声も大きく聞こえる。そしてカウンターには2人の笑顔の素敵なマスター、そして女性がいた。いらっしゃい、笑顔でね、おお久しぶりってね、迎えてくれる。僕はうっすーね、うっすー声にならない挨拶をしました。そして席に着くと、それとすぐね、お店の女性が笑顔でやってきて、いらっしゃいませ、おしぼりをねくれるんです。どうぞおしぼり。楽しく世間話をしている僕は笑顔でと見ている、そして僕はウーロン茶を頼んだ。そしてね、飲み物が来て乾杯する。僕はコートを脱いだ。でも置く場所もちょっとわからない。ここにお腹に乗せてコートを抱えてこういうポーズに、抱えたポーズになっていましたね。そしたらね、隣の S さんが、おけさんちょっと緊張感がありますよと。緊張してるんですか？連れて来られたみたいになってますよ。そういうふうにね言っていました。確かに僕はそう思いました。だからコートを置いてくださいとね、向かいの席に置いて、でも横に置かしてもらって、そしてしばらく時間が経って、そろそろ歌を歌うか、カラオケを歌うかねということになって、最初はねみんなちょっと緊張しています。まだ誰も歌ってないからね、こういう時にやっぱり一番目に歌うってね、勇気がちょっといりますよね。どんな歌を歌えばいいんだろう。この空気の中で合う曲は何だろう。ちょっと考えますよね。でもね S さんは気にしないで、も全然歌いたいの歌ってくださいよとおっしゃいました。そして一緒に来た M さんが曲を入れ始めた。何の曲を入れたでしょうか。忘れましたけどね、バウンディだったかな。バウンディの曲を入れて歌っていました。そして OK さんも歌ってくださいよ。でも僕は何を歌ったらいいかわからない。だから少女時代の G を入れました。ちょっと昔聞いていましたからね。で僕が歌ったらちょっと意外で面白いかなって思ったんですね。それで歌いましたと。そんなに面白くはなかったでしょうね。純粋にいい曲だな、いい曲だし懐かしいな、昔聴いたな、そういう気持ちになりましたよね。その時はもう12時が近いですよね。もうすぐ12時だ。そこで
全然歌っていなかった S さんがゆっくりとカラオケを歌い始めるんです。で、周りの人もね、S さん、今日もお願いします。S さんいいんですか？すごい美声を聞かせてもらっていいですか？なんてね、言って、S さんもいいでしょう。もう準備はできていますよ。なんてね。僕はね、S さんの歌声を聞いたことがなかった。初めて聞く。S さんは、とても穏やかな人なんですね。人の話を聞いてくれる。そしていつも笑顔で、ね、優しい。見た目はね、ちょっと怖い。坊主でね、強そうなんです。でも、静か。ちょっと不思議な雰囲気のある人ですね。そこで S さんは立ち上がりました。マイクを取って。このように立ち上がり、ゆっくりとまっすぐ画面を見ました。ね、カラオケ画面をね。そこでは女性シンガーの女性の歌、鬼塚千尋さんの、月光だったかな。すごくシリアスな曲。とてもね、暗い雰囲気の曲。悲しい曲を入れて歌い始めたんです。すごく感情を込めて、すごく大きな声で歌っていました。そして音がずれている。音程が外れている。めちゃくちゃずれている。だけど S さんは本気で歌っている。そして周りのみんなも笑って爆笑している。めちゃくちゃ面白かったですね。これ何かというと、 S さんは歌が苦手なんですね。得意じゃない。だけども、本気で歌う。全力で歌う。ね。そういうギャグだったんですね。そういう、コメディね。そういう一発ギャグじゃないけど、そういう技を持っているね。ツアーかっこいいなと思いましたね。うまくても技になるし、うまくなくても個性になる。もうそれを聞いた皆さん拍手すごいぞとね。面白いですよね。もうそれがあるだけでバーの中にいる人はあの人面白い人だね、すごいですねね。そうやってこう楽しい雰囲気になりました。空を見て僕はなんて素晴らしいんだな、そういうふうに思ったというお話でした。はい。あと前回話してた歯なんですけど、僕ね、歯をね直しに行くよと言いました。で行きました。まだ分かりません。抜くことになるのかどうなるのかまだ分かっていません。とりあえずね、歯を歯につけていた銀歯ね、銀の歯を取って、でちょっと2週間様子を見るね。そして2週間経ってもう一度歯医者に行ってみる。そこでね、中を見て、もし歯が割れていなければ、歯が壊れていなければ、直すことができる。直すことができるかもしれない。だけど、もしその歯が割れていたら抜くことになる。それが2週間後に分かりますね。
皆さんもね、歯はお大事にということでね。今ちょっと場所をね、移動したんですよね。ここもちょっと狭くてね、いい感じだななんて思っていますけどもね。はい。今は何時ですか？ 9 時ですね。9時。もうすぐね、皆さんお風呂に入って寝る、そんな時間じゃないでしょうか。どうでしょうか。皆さん寝る前何してます？僕はね、もう YouTube 見てます。とにかく YouTube。もうね、目がしばしば、目がね、もうこんな目を閉じちゃうぐらいになるぐらいまで YouTube 見ちゃいます。もうね、YouTube 中毒ですよ。はい。ねえ。どうにかやめたいんだけどね。見るのをやめたい。でも、面白い。仕方ない。ねえ。最近はね、アメリカ人のライアン・トレイハン、ライアンの YouTube 見てます。ああいうエンターテイメント、面白い YouTube っていうんですか、YouTube。そういうの全然見てなかったんですけど、彼のはね、見てます。何がいいって、本当優しいですよね。優しい気持ちになる YouTube。本当に、こう人に幸せを与える YouTube。素晴らしいなって思ってますね。僕もそういう動画を作れたらいいなぁなんて、思っていますね。だから、いつかそういうチャンネルもやりたいなって思ってるんですね。OK ジャパニーズは OK ジャパニーズで、日本語のね、勉強になること、日本語のリスニングを助けるため、そういう便利なチャンネルです。これからも、やっていく気持ちでいます。それとは別にまた新しいチャンネルもやりたいなぁなんて思ってるんですね。どんなチャンネルになるのかはちょっとまだわからないんですけど、なんかこうちょっとねストーリーがあるような、ストーリーがあって、こうなんて言うんでしょうね、いろんな人がね見て楽しめる、そんなものがいいかなと思って今いろいろ考えてます。何ができるかなって、いろいろ考えているので、これからね今年中にはやりたいななんて思ってますね。いや、3ヶ月以内にはやりたいな。3ヶ月以内にはやりたい。ね、皆さんも今年やりたいことはありますか？やりたい、仕事、やりたい勉強、やりたいことね、一緒にねやっていきましょう。日本語の勉強、それがいいですね。それは一番いいですね。それじゃあね、今日はこれぐらいで、お話終わりにします。また次回お会いしましょう。さよなら。